今回の産業まとめ。イギリスのファーウェイ排除は続く。日本電機 NEC と業務提携。開かれた貿易よりも安全保障重視。英国政府はトランプ政権後も中国の通信企業ファーウェイの 5G 通信機器排除を継続すると明らかにしました。英国ではファーウェイ排除はトランプ政権の圧力によるものという見方も強かったようですが、そうではないことが明らかになったということです。英国政府は5月頃からファーウェイの競合企業と協議を重ねてきたと報じられていて、その中にはサムスン電子の名前も挙がっていました。しかしオリバー・ダウデンデジタル庁長官は、日本の通信会社 NEC との業務提携を発表しました。英国は 5G ネットワークからリスクの高いベンダー機器を排除するロードマップを示しています。その一環として2021年9月から新たにファーウェイ機器の設置が不可能となるとしています。新規の購入自体は来年以降すでに禁止を決めています。英国政府は安全な 5G ネットワーク構築の費用として新たに 2.5 億ポンド、約340億円を共同試験、研究施設の新設に投じるとしているようです。英国政府が 5G 計画からファーウェイを排除したのはトランプ政権の圧力だけでなく、香港問題をめぐる中国との対立も影響しているとみられます。英国ではすでに一部のネットワークにファーウェイの機器が設置されているようですが、5G に関しては2027年までに全て撤去するとしています。英国は 5G ネットワークには国家安全保障が損なわれないという保証が必要とし、インフラの安全性が経済発展につながるとしています。編集所管。今回の概要。NEC の海外戦略。英国政府の決断。未だ曖昧なままの日本政府。英国政府は5月から NEC と協議していると報じられていましたが、この時には当然ノキアやエリクソン、サムスン電子の名前も挙がっていました。NEC というと日本では実績がありますが、海外ではパッとしないのではないかというのが私の思うところです。それも昔の話で、英国やデンマークの企業を買収して、国際戦略を進めていたようですね。まあこういった企業の海外での活動というのはその業界にいないとわからないわけですが、いろいろと地道にやっていたようです。5G 通信機器に関しては、韓国のサムスン電子とも技術開発と営業で提携しているそうで、共通の基盤があるとも言えるでしょう。また、NEC の名前が最近聞こえてくるのは顔認識技術などでしょうか。ニュースなどでもよく報じられていると思います。例えばこれを英国に導入するとなれば、真っ先に NEC の名前が挙がるでしょう。少なくとも中国企業はここにも入ってこられないでしょう。もっとも NEC が買収した英国企業というのは警察や中央政府、地方自治体と取引がある固い企業で、その信頼も今回の選択の一助となったことでしょう。英国政府としてはおそらく中国企業以外ならどこでも良かったでしょうし、費用面が決定を左右したと思いますが、よく他の競合を蹴散らせたなと思います。そういった意味では英国では本当にうまくやっているのでしょう。英国はこれまで中国とは曖昧で奇妙な関係を続けてきましたが、香港問題が最大の引き金になってしまったようですね。中国政府はあくまで内政問題としていますが、英国政府は全く黙るつもりはないようです。また、この問題を小さく捉えずに、むしろこの問題が解決されなければ前には進めないというはっきりとした姿勢を見せていますね。中国政府としては、香港問題は香港問題、5G ネットワークはそれとは全く別としたいようですが、英国は毅然としていますね。日本は全体的にもやっとしていて、尖閣諸島問題は別の一つの問題として扱われているように感じますね。領土問題は存在しないっていう立場がどうかなと思いますよ。領海侵犯されてるのに。中国も今は日本と喧嘩するのは良い結果を生まないと理解しつつ、尖閣で日中関係が損なわれるわけではないと知っているのでああいう行動に出るわけです。日中関係改善と経済重視を手玉に取られていると言ってもいいでしょうね。現に日本は米国が提唱するクリーンネットワーク計画には参加を表明しなかったわけですから。現時点では TikTok の排除にも声を上げていないわけですし。そういう点から考えて、少しは英国の姿勢を見習ってほしいものです。まあ、
中国完全排除が100点満点の正しい選択とは言いませんが、ちょっと鈍感だなと感じますね。なんだか右翼論男子みたいな論調になってきましたけど、あれはあれで行き過ぎで笑っちゃいますけどね。本を売るために偏ったエンターテイメントを意識しすぎだから、参加している人もお粗末様だよ。NEC って聞いたことないですね。ルータとか知らない？あ、以前使ってたモバイルルータが NEC でした。ほら知ってるじゃん。昔はコンピューターの会社って感じだったけど、PC 撤退してから個人向けの色が消えちゃったんだよね。PC 作ってたの？そうだよ。ノート PC とか会社になかった？うちの会社はデルと HP しか。あれ？そういえばタブレット端末を見たことあります。ああ、企業向けにはまだ色々やってるんだろうね。スマートフォンももう撤退しちゃったけど。スマホも作ってたんですか？なんだか色々やってたんですね。多分日本の 5G ネットワーク構築では受注しているんだろうけど、まさか海外で受注できるとは思わなかったですね。日本企業は 5G ダメですか？高いんじゃないかな。あとはネームバリューがないとか。それだけ？それだけで全然ダメなんですか？やっぱりネームバリューは大きいよね。ノキアやエリクソン、サムスン電子なら誰でも知ってるけど、NEC って聞かれるとハテナマークだと思うよ。こういう大型ソリューションは技術力だけじゃダメだし、海外だとサポート力も必要だから、大きいところが強いんだよね。でも今回は大丈夫だったんですね。米国だからというのが大きいと思いますね。他の国じゃなかなか難しいでしょ。そうなんですか。じゃあ次の朗報は期待できそうにないですね。まあね。ただ、今回のことが足がかりになってくれればいいですけどね。他の英連邦諸国とか。いろいろ大変ですね。通信機器なんて基本的に製品自体は似通っているからね。一社だけものすごい特徴があるというわけでもなく。だから価格競争になってファーウェイが存在感を示していたわけだけど。ああ、やっぱりファーウェイは安いんですか。安かろう悪かろうが売りですよ。ただ、悪いかどうかはすぐにわからないから、予算が取れない国は自然とファーウェイを選びたくなる。5G はただでさえコストがかかるから、通信会社なんかもファーウェイを選びたくなるんですよ。そんなに安いんですか？ちょっととかじゃなくって。競合企業の6割程度って言われてたね。5G は 4G の2倍から3倍設備投資にお金がかかると言われていたので、全部ファーウェイならほぼ同じくらいってこと。それだったら安いの選ぶね。ただこの通信網を英国のように安全保障問題と捉えると安かろう悪かろうじゃ済まされない。ありとあらゆる通信を傍受される可能性があるからね。そういうことなんですね。でもよくみんなトランプさんの言うこと信じましたね。単なるとんでもない話じゃなくて一理あると感じたんだろうね。マイクロチップを埋め込んで情報を盗むというのがおとぎ話ではないからね。でもイギリスはすごいですね。もう設置してあるものも撤去するんですね。方針がわかりやすいね。日本は中国への配慮で曖昧だよ。日本も中国製ドローンを排除するんならクリーンネットワーク計画に参加すればいいのに、はっきりしないよね。へえ、そうなんだ。米国様の方針に従っただけだけどね。じゃじゃーん、冬服です。冬服っていうより春物っぽいよね。色とか。へへ、かわいいでしょ。なんだかんだでリボン好きなんだね。リボンかわいいじゃん。まあそうだけど。書いてくれてありがとう。そのおかげで動画アップ2日間休んだよ。大変だった？書いてみると意外とそうでもなかった。私のも書けそうな気がしてきた。ずっとそれだもんね。もう春までそれなのかと。その可能性はあるけどね。頑張って書くよ。今週。宣言しない方がいいんじゃ？いや、今の勢いなら書けるね。冬服？まあ秋冬って感じ。リボンは？ないよ。リボンだらけになっちゃうじゃん。楽しみだね。2人変わるのっていつぶり？最初のから変えて以来。そういえばゆるりんのってそれ2つ目だよね。すっかり定着しちゃったよ。イメチェンしたい。あ、そういえば私、
今回から眉毛変わりました。前の眉毛は細すぎて昭和って感じだったからね。ちょっとダサかったよね。ほら、元がいいから何でも似合っちゃう。鼻で笑っちゃうよ。でもこれもゆるりんには散々言われたけどね。眉の色が明るすぎるとか薄すぎるとか。すぐに見慣れるね。恐ろしいことに。そうでしょう。私この眉気に入った。今時な感じになった。なんだかお直しは久しぶりだったから疲れちゃったよ。今後は髪型とか変えようかなーって思ってるんだ。その時はまたよろしくね。はあ。